こんにちは、月島です。今回は Nintendo Switch 用のホリパッドを比較したりレビューをしてみたいと思います。はい、それでは本体の確認をしていきたいと思います。ボタンの配置は Nintendo Switch のプロコントローラーとだいたい同じ状態になっています。そしてここの十字キー、普段は十字キーとして使うことが可能ですが、好みに合わせて取り外してボタンでゲームをすることも可能です。そして取り外したこの十字キーはコントローラーの裏面に取り付けて収納しておくことが可能です。そしてこのターボボタンを使用して連射の速度設定をしますが、連射の速度を秒間5回、12回、20回の3段階に切り替え可能です。また、ジャイロセンサー、加速度センサーや HD 振動、NFC 機能は非搭載です。はい。そしてホリパッドを使用するときは USB ケーブルをスイッチドックに接続して使用します。これで使用することができます。はい、それではコントローラーを3つ用意しました。ホリパッド、プロコントローラー、ジョイコングリップ、それぞれこの3つのコントローラーを比較してみたいと思います。まず重さの比較をしてみます。ホリパッドはケーブルを載せない状態でコントローラー本体だけで 195g です。次はジョイコングリップです。 197g。 次はプロコントローラーです。 249g です。ということですので、ホリパッドが一番軽くて、次がジョイコングリップ、一番重いのはプロコントローラーです。持ってみた感じからすると、このホリパッドの方がジョイコングリップよりだいぶ軽く感じます。はい、そして各ボタンの配置ですが、ホリパッドとプロコントローラーはボタンの配置は近い感じがします。ですが実際持ってみますと、この A、B、X、Y のボタンは近いですし、こちらのスティックはすごく使いやすい感じがします。この十字キーとスティックは少し遠い感じがします。ちょっと大きく指を開いて動かすような感じがします。その辺はこのプロコントローラーの方が各ボタン、手が届きやすい位置にあります。そしてこの LR と ZL、ZR ボタンはここの間隔が少し空いています。プロコントローラーの方がここの間隔が狭いです。その関係で持って押そうとしてみると、この ZL と ZR ボタンが少し遠い間隔があります。そしてジョイコングリップはこの ABXY ボタンとここのスティックを使う分には手に馴染みやすい場所にありますのでやりやすいと思います。ただ私的にはこの L と R ボタンがちょっと押しづらい位置に配置されている感じがしています。ホリパッドは手によく馴染みますし、慣れればすごく使いやすいコントローラーだと思います。ホリパッドを購入した理由は、連射機能があるコントローラーが欲しかったからです。ファミコンやスーパーファミコンのレトロなゲームをお手軽に楽しみたかったのですが、連射が辛いということで今回購入してみました。また、このコントローラーは有線タイプです。ケーブルが気になりますが、充電とか設定の手間がないのでいいかなと思います。また、とても軽いので長時間ゲームする場合楽です。それでは連射モードの設定方法を見ていきたいと思います。仮に A ボタンを連射モードに設定する場合は、ここのターボボタンを押しながら A ボタンを押します。そうしますと、ここのインジケーターが点灯しました。この状態で A ボタンを押すと連射が始まります。ここのインジケーターがピカピカ光っています。これは連射されていることを示しています。
そして連射ホールドというモードもあります。どういうモードかと言いますと、離した時に連射されて、押した時に連射が止まるというモードになります。これは連射モード状態からもう一度ターボボタンを押して A ボタンを押します。すると離した時に点滅しています。この状態だとゲームをしている時に A ボタンを押さなくても連射がされている状態です。そして A ボタンを押した時に連射が止まる、そういった状態になっています。そしてもう一度ターボボタンを押しながら A ボタンを押すとインジケーターが消えましたので、これで連射モードがオフになります。そして仮にどのボタンをどの連射モードにしたのかわからなくなってしまった場合は、全ボタン連射オフというやり方があります。それはターボボタンを押しながらここのマイナスボタンを押します。そうすると連射モードが全部クリアされるという形になります。そして次に1秒間に5回、12回、20回の3段階に連射モードを切り替えることができますので、そのやり方はターボボタンを押しながら右のスティックを上下にすることで切り替えることが可能です。今ターボボタンを押しながら上にするとインジケーターが点灯しました。上に行くことで5回、12回、20回と切り替えることができて、連射を少なくする場合はターボボタンを押しながら右のスティックを下に下げます。はい、いかがだったでしょうか。プレイするゲームを多少選ぶかもしれませんが、ライトにレトロゲームを楽しみたい方にはおすすめのコントローラーだと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。